やっぱり目の前のお客さんのためにパンを焼くことがどれだけ面白いか。Croissant. The name comes from the French word for crescent, inspired by its shape. Characterized by multiple layers of dough, generously folded with butter. Its exterior is crisp, while the inside is fluffy and chewy. Knead the dough, stretch it, roll it, and bake. It sounds simple enough for anyone, but everyone agrees that this man's technique is something else. Shei Sagara, owner chef, Kazuhiro Sagara. His baking is described as art, and there isn't a person in the industry who doesn't know him. Elevating familiar dishes to the level of moving experiences is no easy feat, but this man does it with ease. Kazuhiro trained under Tadashi Naruse, a master in the baking world, and is a chef from the renowned boulangerie Tremblant. In the past, he competed in the prestigious Coupe du Monde and won silver medals 3 times in the Japanese competitions. Currently, he is dedicated to one goal: how to convey the true deliciousness of a croissant. クロワッサンの、配合と製法を比較することで、それがどのように味に変わっていくかっていうことを伝えていきたいなと思ってます。やっぱパンの本質ってやっぱエブリデイ食べるものだなと思った時に、相良さんのクロワッサンがやっぱこれだっていう、これがやっぱ目指すべきクロワッサンだなって思ったんです。たまなんですよ。はい。まず最終18、20、24で。20やります。5分の1をカットして間に挟むんですよ。やってる人いないと思います。これが四つ折りなんですよね。はい。で、どうやったら二重できるかって考えて、これを間に。これで5に今5枚になります。で四つ折りもう1回やると4、5、20で20。
18でちょっと濃いな、24でちょっと軽すぎるなで、自分の好みは20層ぐらいが今の生地だとちょうどいいのかなと思って考えて、こうすれば20いけるなってやってみたら意外と良かったんですよね。折り込む前の生地をちゃんと整えてると伸ばした時にちゃんとこう角が出るんですよね。そうですね、きっちり角が出ます。でバターが端っこまでちゃんと入ってます。でそうすると端までバターが入るんでぶどまりがいいんですよ。この後ちょっと落としたりはしますけど、その落とす割合がやっぱり少なくなるんで、そういう理由でバターを生地で挟むっていう折り込み方にしてます。でこの後休ませて2つ折りを入れます。20層。5つ折りの5つ折りっていうか、5層のやつを今もう一回4つ折りしてるんですね。これで4つ折りで2周ですね。どのくらい休ませるんですか？大体生地一つでいうと折り込み終わって30分ぐらい休ませるんですけど、今4枚やってるんでタイムラグが出てくるので15分弱ぐらいですかね。特別一番好きっていうわけじゃなかったんですけどね。最初に僕菓子屋でクロワッサンやらせてもらった時にもう本当難しくて、パンってすごいなと思ったんですけど、で一番大きかったのはトランブルーですね。やっぱりトランブルーで成瀬さんのクロワッサンを食べて、クロワッサンってこんなに美味しいんだっていうのはちょっと衝撃でしたね。それを自分でやろうとして最初はなかなか形にならなかったですね。でもうほんと見よう見まねで形だけを真似する。ルセットはトランブルのルセットでやり方を真似して、でも全く同じようにならないっていうのはちゃんと学べてなかったっていうのももちろんあるんですけど、理解できてなかったっていうところなんですよね。これが20層のやつ。なぜこのタオルを置かれてんのかなと思って。乾かないし早く冷える。ビニールだと冷えるのが遅いんですタオル自体は濡れてないんですか？濡れてますよ。こういうもう僕はあれがないとちょっと嫌ですね。が18です。さっきより熱いんですよ。
3年4年ぐらい前かな、もう4、5年かな、クロワッサンが全く形にならなくなった時があったんですよね。まともに焼き上がらなくてお店出せない状態になって、でこれどうしようっていう時期が4ヶ月続いたんですよね。何やってもその時の自分の知識と経験じゃどうやってもうまく焼き上がらないで、これはもうダメだなと思って、どうせダメだったらもうまるっきり違うやり方やってみようと思って、一回そのトランブルーのルセットから離れていろいろやってみたんですよ。本当にこう基本的なところから、粉の違いから副材料の違いから、イーストの量、牛乳の量、水の量、いろいろやって、でそうすると今まで自分の中でやったことのないことを試すと、やっぱそこってすごい発見があったんですよね。いろんな学びがあって、なぜその材料をその量なのかとか、なぜこのタイミングなのか、そこが今まであんまり考えてなかったことが理解できるようになってきたんですよね、少しずつ。今20のクロワッサンの最後の伸ばし4にしとこう。4。はい。とりあえず。はい。休ませてカットです。でまた休ませてセーブ。どのくらい休ませますか？ですね、30分ぐらいですね。そもそも本質っていう言葉を理解するまでにすごい時間かかったんですよね。でよく本とか見てたら本質って書いてるけど、本質ってなんだろうってずっと僕自問自答してて、で40ぐらいになってやっとなんか本質ってこういうことなんだなっていうのが理解できるようになって、でそういう目線で見るようになったんですよね、物事を。じゃあいろんな装飾があるけど、この本質は何なのかなっていうのを考えるようになって、いろんなことをクリアに理解できるようになった気がします。今はもう結局あれもこれもってなって、じゃあそのいろんな皮を剥いだ残ったものって何なのっていうところがすごい見えにくい時代なので、僕は常にそこは考えるようにしています。食べ物も一緒ですよね。だからいろんなものを料理のお皿でもそうですけど、いろんな要素を盛り込みすぎて結局何を食べたか分かんないっていう料理ってやっぱあるんですよね。でパンでもやっぱりいろんなものを盛り込みすぎて結局何を食べてほしいのか分かんないっていうのはやっぱちょっと避けたいなとは思います。全体のバランスでっていうのももちろんありますね。でも結局何を食べたか分かんないっていうところに落ち着いてしまってると、それはちょっと違いますよね。時代が変わっても変わらないことが本質なんですよね。20のやつからもうここまで来ると全く分かんないです。僕も全く分かんないです。神経使います。ここの打ち込んで生地同士がくっついてしまうと結構重ねてカットするんで剥がれちゃう、くっついちゃうんですよ。生地を成形するときに一枚一枚取るじゃないですか。剥がれないですよ。多いと粉かんで表面乾いたりするんですよ。薄いんですけど、すごい薄くしか多分6
6割ぐらい飛んでってるぐらいの打ち粉です。で湿気が高いと結構しっかり打ってそれを払うんですっていう結構疲れる作業性にもすごく大きいで今日42なので湿度がだいぶ低いのでまあそこまでやんなくても大丈夫かな。今になって思うとコンテストなんであんなやってたんだろうなって思うんですけど、本当なんだろう、僕が40そこそこでがむしゃらにやってる時に代表経験者の先輩たちが「いや相原そこじゃないよ」って教えてくれたんですよね。お店をほんとちゃんとやることの方が何倍も難しいよって。それでも代表になったから言えるでしょうって僕は思ってたんですけど、今になって思うとその代表っていうことに対して今の僕はそんなに価値は感じないです。昔はやってた時はもうそれ世界がもうそれでできてるぐらいに思ってたんですけど、そこまで変わったのは多分やっぱり目の前のお客さんのためにパンを焼くことがどれだけ面白いかっていうことに気づいたからだと思います。そうですよ。これ引っ張るときに真ん中だけしかここだけしか薄くしてないですよね。中央だけ。中央だけです。両サイドはあんまりこう薄くはなるんですけど、あんまり引っ張らないようにしてます。ここが水分の逃げ道になるので、巻く時もこの親指の腹でこういう感じです。で最後はもうふわっと。まず厚
厚い生地を、薄い生地をそのまま巻くと、上に上がらないんですよね。厚い生地を真ん中だけで、これ真ん中薄くするのはやっぱ火通りが良くなるんですよ。で芯を作って、こっちはちょっとやっぱ広げたいので、この押して戻してを 2,3 回繰り返してもちょっと薄くなるんですよね。でこのまま巻いてもいいんですけど、生地が強いと弾くっていうか、なんだろう、締まった焼き上がりになるんですよね。ちっちゃい焼き上がりになるので、一回戻して、ここの生地の張りを抜いてやるっていう感じで、軽く押さえながら転がしていって、最後はふわっと巻いて、で最後綿棒で押さえてなじます。でかといって最初から薄くして巻くとやっぱ上に上がる力が弱いので、そこの間を狙う設計です。一つ一つの作業が今やっと分かったんですね。もう何十年でやってちなみになんでこれ少量ずつ戻りすぎないように柔らかくなってしまうので、これカットして常温で30分ぐらい置いて緩ませてるんですよ。それは生地が伸びるように。パン屋さんってやっぱ真面目な人多いんですよ。で、本当に知りたいって思う人に伝えていきたいなと思います。なんか自分の経験を少しでもね伝えていければいいかなと思うし、もうちょっと自分のパンを掘り下げていきたいなって。それはもうずっと変わらないですよね。これまで自分がやってきたことがまだまだなって思い知らされる。なんですごい来てよかったと思います。言ったっけこれ。もうちょっと出しとく。
ません。あとなんだろう。それかもうあれ出しとこうか、あの2枚だけ。ってことは毎回こう同じ折り数じゃないんですか？最近先生、フィットしない時は生地これちょっと伸びないかなと思ったら18です、ちょっと緩いかなと思ったら20。ということは生地の状態を見て折りこれでも最近ですよ最近はちょっと微調整してます。そうやって前回の動画でちょっと焼きすぎじゃないってコメントが海外の方からしてましたね。ですけど、はい。あれなんか違い、やっぱ文化の違いとかがあるんですか？一番僕思うのは、バゲットもそうなんですけど、湿度に対してどれぐらいこう食感がキープできる状態で焼くかっていうところだと思うんですよね。で、例えば多分コメントってフランスの人だと思うんですけど、焼き甘いですよね。でもサクいんですよね。でも日本の湿度で程度だともうしっとりなんですよ。サク焼いたすぐはサクくても時間経つとすぐ湿気てしまうので、僕はもう一つは粉にちゃんと粉の香りを引き出したい。だから僕は焼きます。だからこう食感と味の部分で結構僕はギリギリを狙うタイプなので、ほんの少し苦みがあっても僕はそれ味の一部だと思ってます。やりたいことで誰かに喜んでもらってそれでね生活できるって多分こんな幸せなことはないですよ。だから今は本当最高ですね。時間はかかりましたけど30代40代こんな気持ちはなれなかったですよ本当にもう50過ぎてやっと楽しくなりました。本当に。